何かをやったら絶対結果が出るじゃないですか。日頃の生活の中でもいい結果悪い結果あると思うんですけど、いちいちその悪い結果に反応してられないというか、常にこうもう走ってる中での風景に過ぎないというか。 The Equation プロランナーの大迫傑です。僕が結果を出すために必要な方程式を皆さんに紹介していきたいと思います。1つ目はツールです。これナイキのものになるんですけど、普段練習もそうですし、大会の時に、走る上では唯一ないといけないものというか、ランナーにとっては欠かせないものの一つとして、これは言わずもがなかなと。普段のジョグ用のシューズになると、半月か1ヶ月に1回は変えたいかなっていう。どうしてもこう走ってくると横がすり減ったりとか傾いてきたりするんで、特に市民ランナーの方なんかはそれが故障の原因になったりしますね。であと、マラソンでは欠かすことのできない、給水ボトルですかね。これドレッシング用のボトルなんですけど、いわゆる100均とかで売ってる、飲みやすいんですよね。給水の、テーブルがあるんですよね、5キロごとにで置いてます。で、どうやって見つけるか、結構見つけるの大変なんですけど、大体どの位置に置いてありますよみたいなのが事前に教えてくれるんで、そこに磨けていくみたいな。選手によってはこれなんかいろいろデコレーションしたりするんですけど、見た目ダサいじゃないですか。でそもそもこの給水ボトルというかドレッシングボトルダサいのに、これデコレーションしちゃうとさらにダサくなるんで、僕は極力このまま。ちょっとなんか嫌ですよね。僕も嫌ですもん、自分がなんかデコレーションしてわかんないですけど。春夏秋冬いつも走るんですけど、またいろんな天候の中で走ることが多くて、いわゆるこうランパンって言われるこうヒラヒラしたやつだと、どうしても水分を含んでしまった時に重くなってしまったりとか、走る上で邪魔になってしまうんですけど、スパッツだと、雨の日でもしっかりと体に張り付いて、給水をこう飲む時もこぼれたりするんですけど、それもスパッツだと、気にならないっていうところで、キャップですね。マラソンでは常にかぶっているんですけど、まず視界が多少こうつばの部分で遮られるというところで、情報をちょっとシャットアウトするというところで、あとかぶると髪型整える必要がないんで非常に楽。余計なことを考えずにレースに集中できるってところで非常に楽です。 The Equation 続いてはルーティーンです。まずコーヒーですね。朝やっぱりこのコーヒーの香りとかで、飲むと飲むでやっぱカフェインが入って覚醒作用があるので、よしじゃあ今日の練習一日も頑張ろうなとかっていう気持ちにさせてくれるのが、コーヒーですね。カフェインって、体が慣れてしまうんですよね。そうすると当日その覚醒作用とかっていうところが最大限発揮されないというか、レース前は1週間前あえてコーヒーを断つこともあるんですけど、それ以外は毎朝ほぼ、飲んでます。続いては、ストレッチです。どうしても皆さんもそうだと思うんですけど、携帯パソコン見てると肩がね内側に入ってしまうんで、そういう時は普通にシンプルに乗って胸を広げてあげると、走る上で非常にいいかなと。これが持ち運びでしやすいサイズですよね。結構痛いですけど、でもその分終わった後結構ねほぐれるんで、これもこういった感じのやつも使ってますね。特にストレッチしてるとか、あとマッサージしてると、今日ここ張ってたなみたいな、だからこういう動きになってしまったんだなみたいなところの反省点も出てくるので、そういった意味で自分の体の状況を把握する上でも必要だとは思いますね。続いてはうなぎです。中学校の時に陸上を始めた時から、両親というか母親がどんなものが陸上にいいかみたいな、レース前にいいかみたいなのを調べてくれて、そこから食べ続けてるものではありますね。うまい。普通にうまい。はい。The Equation 続いてはケアです。結構日焼けはしちゃうのもしょうがないんですけど、とはいえ急に日焼けするとどうしても疲れが出てしまう、日焼けの疲れというか、どうしても落ちてしまうんですけど、最初の10分20分つけておくだけでも、だいぶ違ってくるので、肌が焼けると、乾燥するんで、そのためにも化粧水だったりとか、シンプルに自分がカピカピよりかちょっと潤ってた方がいいですよねっていう感じで、ちょっとケアもで、サンダルですね。シンプルにちょっと出るとき楽っていう、
普段こうギュンギュンに靴今締めてるんで、靴いちいち履くのめんどくさいじゃないですか。僕結構めんどくさがりなんで、もうパッと履いてパッとどっか行けちゃうみたいな、そういうストレスはない方がいいかなみたいな、締めるとこ締めて楽するとこ楽しようみたいな感じですかね。自分の楽さにはストイックですけど、あえて、最後は The Equation を完成させる上で必要不可欠な考え方です。シンプルであり続けることですかね。特に思考もそうですけど、この時代っていうとどんどん余計な葉っぱがついてくるというか、余計なそういったものをなるべく削ぎ落としていくというか、そうやってちゃんと贅肉なく思考を保たせてると、トレーニングもちゃんとできますし、日頃の生活の中でもいい結果悪い結果あると思うんですけど、いちいちその悪い結果に反応してられないというか、悪い結果を踏まえて次何か行動するかっていうところが大事で、やっぱり失敗に対して目が行きがちですけど、車もそうですけど、一回止まったらエンジンまたかけ直さなきゃいけないですか。結果ってそれで一回エンジンを切ってしまいがちですけど、常に走ってる中での風景に過ぎないというか、そういう風に捉えれば別に再スタート切る必要もないし、そこで一個終わりじゃなくて、もうそのまま流れてるようなものとして捉えるのが、多分僕自身はそういう風に捉えてるかなとは思いますね。僕の中の The Equation は、こんな感じでした。こうやって改めて整理してみると、意外と僕の中で必要なものだったりとか大切にしてるものっていうのが、見えたなっていうのがあったので、一回自分の、頭の中とか整理したりとか、みんなで話し合いながらやってみると、もしかしたら新しい自分だったりとかに気づくんじゃないかなと思いました。The Equation、大迫傑でした。